お金は波動に引き寄せられてやってきます。あなたの内側が変わるとき、豊かさも動き始めるのです。お金を引き寄せる。そう聞くと、多くの人はどうやって稼ぐか、何をすれば手に入るかを考えます。けれど、スピリチュアルな視点から見ると、お金は努力の結果だけではなく、もっと根本的な波動の共鳴によって引き寄せられているのです。例えば、あなたの心が満たされているとき、ふとしたご縁や流れでお金がやってくることがあります。逆に、足りない、焦ると思っているときほど、なぜか出費が増えたり、チャンスが遠ざかったりする。そんな経験、あなたにもあるのではないでしょうか。お金は波動の流れにとても敏感です。だからこそ、自分の在り方を見つめ直すことが、豊かさを受け取る準備になるのです。今回のテーマは、お金と波動のつながり。心の在り方一つで、お金の巡りがどう変わるのか、その秘密を優しく解き明かしていきますね。第1章。お金を引き寄せる人が持っている共通した波動。お金を自然と引き寄せている人には、ある共通した波動があります。それは、特別なスキルや行動力よりも、エネルギーの質が穏やかで、開いていること、安心している、感謝している、自分には価値があると、深いところで知っている。そうした人の波動には、不足のエネルギーがありません。むしろ、すでに持っている、受け取っていいという豊かさの前提があるのです。お金は、この波動に共鳴するように流れてきます。無理に追いかけなくても、ふとしたご縁や偶然に乗って自然とやってくるのです。それは目には見えないけれど、誰の中にも備わっている引き寄せの力。お金を引き寄せる人たちは、それを無意識に使っているのかもしれません。第2章。逆に、お金が遠ざかる波動とは、お金を引き寄せる波動があるように、実はその逆。お金が遠ざかってしまう波動も存在します。それは、足りない、奪われる、自分には価値がない、そんな不足から来るエネルギーです。例えば、どうせ私には無理、お金は出ていくばかり、豊かになるには苦労しないといけない、そんな思考が習慣になっていると、その波動が現実に投影されていきます。つまり、お金が来ないのではなく、お金の通り道を自分で閉ざしている状態なのです。努力しても報われない。人のために尽くしても、なぜか自分には返ってこない。そんな時は、行動ではなく波動を見直すタイミング。あなたがどんな思いを持って、どんなエネルギーで生きているのか。それが、お金との距離を決めているのです。第3章。豊かさの波動にチューニングする日常の習慣。豊かさの波動に共鳴するには、特別な能力や工事の知識は必要ありません。むしろ大切なのは、日常の中でどんな波動を選んでいるか、それにつきます。例えば、感謝の習慣。お金を使った時にありがとうと伝える。身近なものに感謝するだけで、あなたの波動は少しずつ満ちていきます。また、受け取る練習も大切です。褒め言葉、贈り物、ちょっとした親切を素直に受け取る。そこには、私は豊かさを受け取っていい存在だという波動が含まれています。さらに、与えることも豊かさの波動の一部。見返りを求めずに与えられるとき、あなたは満ちている人の波動になります。これらはどれも小さなこと。でも、その小さな選択の積み重ねがあなたのエネルギーを確実に変えていくのです。第4章。お金は波動の器に注がれる。お金の流れを見ていると、ふと気づくことがあります。それは、お金は器の大きさに応じて入ってくるということ。ここで言う器とは、あなたの波動の広がり。つまり、どれだけ受け取っていいと思えているかという内側のエネルギーです。器が小さいと
どれだけ与えられてもこぼれてしまいます。逆に器が開かれていると自然と流れが集まってくる。その器を広げる鍵は安心感と信頼。焦りや不安があると波動は縮こまり、お金も入りづらくなるのです。だからこそ今あるものに満足する、未来を信じる、そんなあり方が器を優しく広げていきます。豊かさとはただ増えることではありません。受け取れる自分になることで自然と訪れるものなのです。第5章、お金のブロックは波動で溶かせる。なぜかお金に対して前向きになれない。お金を受け取ることに罪悪感がある。それは知らず知らずのうちにできたお金のブロックかもしれません。子供の頃に聞いた言葉、過去の失敗や親の価値観、それらが心のどこかに残り、自分は豊かになってはいけないと波動に刻まれているのです。でもそのブロックは努力や理屈ではなかなか外れません。だからこそ波動からアプローチすることが大切なのです。例えば小さな喜びを味わうこと、好きなものを買って心から楽しむこと、それだけで波動は不足から満たされるへと変わっていきます。ブロックは戦って壊すものではありません。優しく包んで光に溶かすもの。あなたが自分に豊かさを許すとき、お金の流れもまた優しく変わり始めるのです。最終章、お金の波動が整うとき、人生も整い始める。お金というのは実はとても繊細で、あなたの今の波動に正直に反応する存在です。無理に追いかけると遠ざかっていく。でもあなたの波動が整い、安心と感謝に満たされてくると、お金もまた静かに寄り添うように流れてきます。豊かさとはただ通帳の数字が増えることではありません。不安が消え、自由を感じ、誰かの優しさを受け取れる心の余裕、そうした目に見えない豊かさが先に波動として生まれ、やがて現実となって現れてくるのです。お金の波動が整ってくると、不思議なことに人生のいろんな部分が優しく調和し始めます。人間関係、仕事、心の状態、どれもお金と同じようにエネルギーの鏡なのです。だからこそ豊かさの入り口はいつもあなたの内側にあります。この動画があなたの心に何か温かい気づきを届けられたなら嬉しいです。よろしければ高評価やチャンネル登録で応援してくださいね。そしてあなたが感じている豊かさの波動についてぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。